はじめまして。この動画では、リーチェスのウェブサイトで行えるタクティクス問題を、ボイスロイド東北キリタンの音声を使い、どのように考えてタクティクス問題を解いているか、解説しています。私は、中級者レベルで、マスターの方たちの解説に比べると、未熟な部分もありますが、ご参考になれば幸いです。一つの動画で3問ずつ解説する動画にしようかと初めは思いましたが、いざ解説を加えてみると、長い時間になったため、一つの動画で、一つのタクティクス問題の解説を行う予定です。どうぞよろしくお願いいたします。それでは、問題を見ていきましょう。タクティクス問題を解くときは、どのように考えて解くかは、人それぞれです。その人の成長とともに解き方も変わっていくことでしょう。ここでは、現時点で私が行っている考え方で説明していきます。まずはじめに、ボード全体を見て、コマの配置をざっと見ます。ボード全体を見ることは、とても大事です。タクティクス問題を早く解こうとすると、部分的な視野になりやすいため、まずは、ボード全体のコマ配置をざっと見ます。次に、私は手がかりを探します。手がかりは、問題を解くためのヒントのようなもので、その局面から気づく事柄です。手がかりとしては、白のクイーンがルーク C8 を攻撃している。ルーク C1 がビショップ C3 を攻撃。ルーク C1 はビショップ C3 をピンしており、ルーク C8 に攻撃が及ぶ可能性あり、ルーク D1 を D8 に運ぶとチェックがかかる。白はバックランクで不利を招かないように注意。バックランクというのは、ボードのファーストランクと8ランクのこと、つまり、一番上と下の王列のことで、バックランクでメイトされることに気をつける必要があります。黒の駒を見てみると、ルーク B3 が守られてない。H7 のマスが空いているため、黒は、バックランクメイトの危険性は低い。ルーク C8 は、クイーンに守られているため、もし、黒のクイーンがルーク C8 を守れなくなると、ルーク C8 を失う可能性。だいたい、こんな感じに手がかりを探します。はじめに気づかなかったことでも、後から気づく手がかりというのもあります。続いて、チェック、キャプチャー、スレッドの3種類の手を見ていきます。それらの手は強制手になりやすく、タクティクス問題では、この順で候補手を考えていくことがおすすめです。チェックは、チェックする手。キャプチャーは、コマを取る手。スレッドは、相手に脅威を与えるような狙いを意味します。この局面で、順に見ていきましょう。白先手の局面です。チェックする手は、クイーン、テイクス、C8、ルーク D8 の2つです。ちなみに、コマを取るときは、英語でテイクスと言います。あるいはテイクと言われます。クイーン、テイクス、C8 は、クイーン A6 でルーク C8 を取る、という意味です。チェックした後のことは考えず、次は、コマを取る手を見ていきます。コマを取る手は、クイーン、テイクス、C8、クイーン、テイクス、H6、ルーク、テイクス、C3 の3つです。この手はないだろうというような手もありますが、そのような手が、時に、最善手の場合もあるため、チェック、キャプチャーの手はすべて確認するようにしてます。チェック、キャプチャーの手を数えるだけなら時間がかからないことと、気づきづらい手に気づく場合もあるからです。次に、脅威を与えるスレッドの手を考えますが、良さそうなスレッドの手がないため、チェックの手に戻ってみていきます。あえて言うなら、クイーン A6 でルーク B3 を攻撃するクイーン A4 やクイーン A2 などのような手がスレッドになる場合があります。チェックする手を、今度は、ある程度先まで読みます。ある程度と言ったのは、ここでは、まだ、あまり深く読みすぎないようにします。クイーン、テイクス、C8、チェック。
クイーン、テイクス、C8、あるいは、ルーク、D8、チェック。ルーク、テイクス、D8、いずれも駒損になります。続いて、駒を取る手。クイーン、テイクス、H6。ルーク、テイクス、C3 は共に駒損。よって、初手にチェックする手と、駒を取る手は候補から外れます。となると、スレッドの手を考えます。クイーン A4 またはクイーン A2 は有利を得られない感じ。ルーク C1 がルーク C8 に攻撃を与えられれば有利を得られるのとナイトで何かできないかを考え。ここでやっと初手ナイト D4 の手に気づきました。タクティクス能力が高い方ならすぐ気づかれる方もいるでしょう。ナイト D4 で両取りのフォークがかかるため、黒はビショップテイクス D4 としそうです。他に良い手が浮かばなかったため、初手ナイト D4 を読んでいきますが、すぐナイト D4 とはしません。ナイト D4 の後を読んでいく必要があります。自然に考えられる手は、ナイト D4、ビショップテイクス D4、それからルークテイクス C8 チェック。またはクイーン、テイクス、C8、チェック。これで良さそうに思いますが、相手が思わぬ応じ手を指してきて、不利を招くということがよくあるため、私は、できるだけ、CDR ブロックを確認するようにしてます。CDR ブロックは何かというと、私が作った造語で、カウンターアタック、ダイレクトディフェンス、ランアウェイ、ブロックの頭文字を取り、覚えやすいように CDR ブロックと呼んでます。初手ナイト D4 に対し、黒のカウンターアタックはクイーンテイクス F2。これは無効なカウンターアタックだとすぐわかりますが、このようなカウンターアタックを受けて不利を招くことはよくあるため、相手のカウンターアタックを考えるのは大事だと思います。一つの問題に時間をかけるより、1日50問、100問、タクティクス問題を解く方が確かに優れていますが、私は毎日そんなに多く問題を解けないため、1日1問から5問ぐらいを相手の応手をよく考えることを意識して行ってます。話がそれましたが、初手、ナイト D4 に対し、黒のダイレクトディフェンスを考えます。ダイレクトディフェンスは、直接駒を守るような手で、この場合は、フォークがかかっているため、ビショップテイクス D4 がダイレクトディフェンスとなります。ランナウェイは駒を逃がすことで、英語だと、エスケープの言葉が使われることが多いと思いますが、CDR の語呂が覚えやすいため、ランナウェイとしました。CDR ブロックについては別動画を作成予定です。さて、ナイト D4 でフォークがかかっているため、黒はクイーンまたはルーク B3 を逃しても、どちらかの駒は取られます。ブロックの応手を考えてみましょう。ブロックは、相手の攻撃を駒でブロックして防ぐことですが、フォークに対してはブロックする応手がありません。長くなってしまいましたが、それらの応手を考えると、読みに時間はかかりますが、読みの能力が上がることでしょう。以上から、初手はナイト D4、黒の応手がビショップテイクス D4、その後、白は、ルークとクイーンどちらかで、ルーク C8 を取るかです。クイーンで、ルーク C8 を取れば、チェックがかかった状態で、クイーン C8 が、黒のクイーン F5 を攻撃するため、クイーン交換となり、単純化で良さそうですが、それだけでなく、ルークで、黒のルーク C8 を取ると、黒キングが H7 に逃げる手があるため、白は、クイーンでルーク C8 を取るのが良さそうです。実際には、私はちょっと勘違いしてましたが、クイーンでルーク C8 を取って正解にはなりました。初めてなこともあり、解説が多くなりましたが、いかがでしたでしょうか。コメントしていただけると嬉しいです。
次回も、このシリーズを続けていきますが、その前に、CDR ブロックについての動画を作成予定です。それではご視聴ありがとうございました。